か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今日はまだ8月なんですが、木曜日の歌会から9月に入りますので、歌のテーマが変わります。9月のテーマは月刊ユンジョンシンということで、シンガーソングライターのユンジョンシン先生が制作に関わっている曲を歌って紹介していきます。この月刊ユンジョンシンというのはですね、韓国語でウォルガン・ユンジョンシンっていうんですけれども、2010年以降にユンジョンシン先生がされている音楽プロジェクトの名前で、なんと毎月のように新曲を発表するという超絶プロジェクトなんですよ。で、私はこのタイトルでラジオを撮るのが夢だったんで、今日ね実現できてちょっと嬉しい気持ちでおります。先月のユーヒヨル先生に続いて、ユンジョンシン先生も韓国歌謡界を長年牽引してきたシンガーソングライターであり、プロデューサーでもあるんですね。先月私がいいなと思う曲をたどっていくと、制作にユーヒヨル先生が関わっていることが多いという話をしたんですが、ユンジョンシン先生もまさにそうで、もう自分の感性にね刺さる楽曲がとっても多いんですよね。そんなわけで今日はユンジョンシン先生について紹介していくんですが、とってもキャリアが長くて功績もたくさんある方なんで、なかなかね15分でまとめるのは至難の技なんですけれども、毎回のね歌会でもちょっとね紹介していくので、今回はなるべくギュッとサマライズしてユンジョンシン先生の経歴だったり魅力をお伝えしたいと思っております。まず基本情報からいきますと、ユンジョンシン先生は1969年生まれの現在52歳でいらっしゃいます。大学の音楽歌謡祭で金賞に入賞したことがきっかけでデビューするんですけれども、この入賞がきっかけで知人を通してチョン・ソクウォンさんという方を紹介されるんですね。で、このチョン・ソクウォンさんという方はソングライターで、兄弟で音楽プロジェクトをやっていたんですよ。で、その音楽プロジェクトの名前が 015B って書いてコンギロ B って読むんですけれども、このコンギロ B の客員ボーカルとしてボーカルを探してたっていう経緯があって、でユンジョンシンさんの歌を聴いて、ぜひうちで客員ボーカルをやらないかっていうことで迎えるんですね。そして1990年にコンギロ B の客員ボーカルとして最初ユンジョンシン先生はデビューされるんですよ。で、この1990年ってバラードの皇帝の元祖の方で紹介したシン・スンフン先生とか、あと現在もね審査員とか、第一線でプロデュースを行っているシンガーソングライターのユンサンさんという方がいらっしゃるんですけど、このユンサン先生がデビューしたのも1990年なんで、もう今もずっと活躍しているレジェンド級の歌手がねたくさんデビューした激戦の年だったんですね。そして先月紹介したキム・ヨヌさんも実質的なデビューがトイの客員ボーカルだったという話をしたんですけれどもね、このあたりユンジョンシン先生もキム・ヨヌさんもちょっと経歴が似ているんですよね。で、ちなみにこのお二人は年も近くて、ずっと歌謡界を牽引している存在っていうこともあって親交も深いようです。で、今月まだねキム・ヨヌさんの曲もカバーする予定でございます。そして1990年にコンギロ B のボーカルとしてデビューした翌年にはユンジョンシンさんとしてのソロアルバムも発表するんですね。そしてもう1990年代の前半から代表的なヒット曲というのがあります。今やユンジョンシン先生といえば作詞作曲プロデュース審査員、それから社長みたいな、もう何でもこなす超マルチタスクをこなす人みたいなイメージなんですけれども、最初は実は歌い手としてデビューしつつ、徐々にご自身で作詞作曲した曲が増えていって、でソロアルバムの第4週5週目ぐらいから自分で作詞作曲だけじゃなくてセルフプロデュースもしていくっていう風になって、
もう音楽全体を全部自分で操れるようになっていくんですね。そしてシンガーソングライターとしての現在のお姿が確立されていくといったようなキャリアです。で、歌手としての活動を通して経験を積みながら、ご自身の音楽の技術の世界っていうのもどんどん広がっていくっていう感じなんですよね。きっとね、すごくね、スペックが高い方なんだと思うんですよ。で、いろんなことを同時並行で学んで実践していける能力がきっとすごく高い方なんだろうなと、このキャリアを見ていると思いますね。そして続いてユン・ジョンシン先生の楽曲の特徴についてお話ししたいと思うんですけれども、私が思うユン・ジョンシン先生の曲の魅力っていうのはね、とにかく歌詞が美しいことだと思うんですよ。で、メロディーももちろん素晴らしいです。で、特に最近の曲になるほどダイナミックな展開とかがあって、本当に胸に迫るようなコード進行だってメロディーになってくるんですけれども、初期の頃からずっと一貫して素晴らしいのはやっぱ歌詞だと思うんですよね。で、本当に歌詞にジーンとくることが多いアーティストの一人です。なので意味が分かって曲を聴くとより胸に響くと思うので、今月はねちょっと頑張って歌詞紹介をしっかり入れていきたいと思っております。そういう楽曲のね魅力をしっかり伝えていきたいと思っておりますね。で、私が好きなユン・ジョンシン先生の曲っていうのはやっぱりバラードが多いんですけれども、言葉の表現が繊細で細かく情景がイメージできる曲っていうのが多いんですよ。例えば、死ぬほど辛いとかもう生きられないみたいなこういう劇的な感情表現の曲もあるんですけれども、そういう感情っていうのは失恋した直後には確かに共感できますけれども、そこまで本当に超辛い時期って人生の中ではそんなに長くないというか、ある意味非日常的な経験なんですよね。それに比べてユン・ジョンシン先生が書く歌詞っていうのはもっとね生活に密着している感じがするんですよ。日常の風景の中でふと大切な人を思い出したりとか、あと悲しい別れの場面においても若干の冷静さが混ざっていたりとか、そういった細かい心の揺れみたいな描写がよく出てくるんで、よりね歌詞がリアルに感じられるんですね。そして曲で歌われている世界が自分の物語として自分が経験したことのある感情とリンクして胸に迫ってくるっていう感じがあるんですよ。それがねとってもいいんですね。で、これは私の持論なんですけれども、いい歌詞っていうのは汎用性のある歌詞だっていうふうに思ってるんですよ。歌詞の言葉から連想される情景が多分それぞれの人によって違う。だからそういう意味での汎用性なんですけれども、同じ言葉を聞いてもその人によって思い浮かべる情景っていうのは違うと思うんですよね。だから歌詞が聞く人の人生とかその人の感情とリンクするところが多いほど多分聞いた人はいい曲だなって思うと思っていて、だからそういう意味で表現が限定されすぎずに受け取り手によっていろんな受け取り方ができる歌詞がいいんだろうなっていうのが私の持論なんですね。で、これはねやりすぎて比喩的すぎると何を言ってるか分からなくてダメになっちゃうんですけれども、ユン・ジョンシン先生が書く歌詞っていうのはこのあたりの技術がすごく高くてですね、比較的簡単な言葉で日常の物語を繊細に描いていくという技術が非常に高い方でございます。なんでこのあたりがねしっかり伝わるようにちょっと今月は歌詞紹介をね頑張りたいと思っております。それからですね、ユン・ジョンシン先生は歌う時の発音がめちゃくちゃ正しいと思うんですよね。それだけ歌詞とか言葉を大切にされているからっていうことなんだと思うんですけれども、特に韓国語を勉強されている方はぜひユン・ジョンシン先生の歌を聴いた方がいいと思います。もうね発音の教科書みたいな感じなんですよ。非常にクリアに発音されていると思いますね。で、私は息を出しながら発音する音が苦手なんですよね。例えばマンクンのクンとかチョロンのチョとかですね、これはちょっと息を吐きながら発音する音なんですけれども、これをねもちろんね意識してゆっくりやればできるんですけれども、歌の中で発音に気を取られすぎると音楽の流れがおかしくなってしまうっていうところがあるんですよ。そこでマンクーンって言わないとって思いながら歌ってるとそっちにばっかり意識がいっちゃって、
ちょっとこう歌の流れが止まっちゃうとかね、そういうことがあるんですけれども、こういう音がしっかり区別できる発音として発音しながら歌の中で自然にこうできるっていうことを覚えるのにかなりねユン・ジョンシン先生の歌でね勉強したんですよね。そのあたりの発音の技術が素晴らしいということです。で、韓国4大女性ボーカリストの回で紹介した歌手のパク・ジョンヒョンさんの第1週アルバムのプロデューサーが実はユン・ジョンシン先生だったそうなんですが、パク・ジョンヒョンさんはアメリカ育ちだったので韓国語の発音がねまず最初の頃はまだそんなに上手じゃなかったそうで、この第1週のアルバムの時に発音指導を徹底的にやったのがユン・ジョンシン先生だったそうで、パク・ジョンヒョンさんはこれで韓国語の発音を理解したということで今でもねすごくユン・ジョンシン先生に感謝しているっていうようなエピソードも出てきます。私もユン・ジョンシン先生に発音を矯正していただきたいですね、本当にね。そして最後にユン・ジョンシン先生の歌唱技術の話をしますが、ユン・ジョンシン先生はねデビュー当時から発声スタイルがガラッと変わった歌手なんですよ。もうね1990年代と現在では全く別人です。多分同じ曲を聴いても同一人物と認識できないレベルに発声が変わってるんですね。で、私は1990年代のデビュー当時っていうのはリアルタイムには知らなかったんですよ。で、熱心にユン・ジョンシン先生の音楽を聴き始めたのは2010年以降だったので、私が聴き始めたタイミングではすでにね現在の歌唱スタイルが確立されていたんですが、それこそ遡ってコンギロ B とかデビュー当時の1990年代の曲を聴いた時、私最初誰ってなりましたね。ユン・ジョンシン先生だって分かんなかったんですよ。で、現在は結構どっしりと声帯を厚く合わせて胸の響きとか低音の響きが強くて高音はねガーッとパワフルに張り上げる感じの発声なんですね。で、非常にドラマティックに歌う男らしい歌手っていう感じのイメージなんですけれども、昔はねもっとすっごく声帯を薄く合わせた発声だったんですよ。裏声寄りの発声ですね。そして透明感があって高音の抜けがパーンって良くてで、表現も今ほどドラマティックっていう感じではなくて比較的淡々と歌ってこう美声を聴かせる歌手っていう感じだったんですね。で、この歌い方がいつから変わってくるんだろうと思って私は全部ね年代ごとにアルバムを聴き比べてみたんですけれども、結構ね短期間にシフトしているように感じるんですよね。で、90年のデビューの時と比べてもうすでに95年発表のソロアルバムの第4週あたりから徐々に現在の発声にシフトしていっているように私は感じました。で、これ同じような歌声の変化をしている歌手で思い浮かぶのが長渕剛さんなんですよ。で、長渕剛さんも私が聴き始めた頃はすでにね現在のこう筋骨隆々スタイルというかこうマッチョ系の強い男っていう感じの発声だったんですけれども、長渕剛さんのデビューは1970年代なんですけど、このデビュー当時のそれこそ純恋歌とか乾杯とかそういったところの音源を遡って聞いてみたらもうすんごい透明感のある美しい歌声で、しかもなんかスラッとして細い感じのね外形なんですよね。なんかユン・ジョンシン先生も結構だからそういう感じで最初デビューされて、男らしい発声のスタイルに変わっていたという感じなんですね。で、なんでこんなに声が変わったかっていうのをちょっと調べてみたら、ユン・ジョンシン先生は若い頃にかなりのヘビースモーカーでお酒もたくさん飲んでいたそうなんですよ。で、2000年代の前半頃にはもうすごい喉の調子が悪くなってしまって、でこれはいけないっていうことで、その後禁煙したりとかお酒の量もぐっと減らしたりして運動をして体調を整えて発声法も作り直していったようなんですね。そして2010年代からはもう現在のパワフルな歌唱スタイルが定着してて、でもこのパワフルな歌唱スタイルでかなり高音から低音まで安定してもうしっかり発声できるようになっているので、ある意味喉を一回痛めて作り直したっていう感じなんでしょうね。で、そして長渕剛さんもこの今のハスキーボイスのスタイルに憧れて、だから焼酎でうがいして叫んでたっていう話を聞いたことがあるんですよ。この方はわざわざ喉を潰したっていう経緯なんですけれども、
でもやっぱりアルコール飲みすぎるとちょっと喉は枯れやすくなるっていうことなんでしょうね。で、私はもうワインがねすごい大好きなんですよ。で、お酒ももう飲もうと思えばずっと飲めてしまうぐらい好きなんですけれども、やっぱりねこういったアルコールでね喉をね痛めてしまったっていう歌手の話を聞くと、やっぱり飲みすぎは健康に悪いですしね、喉痛めたら元も子もないっていうことでね、ちょっとね最近は摂取してますね。平日はちょっとビール飲む程度にして、ワインは週末だけいただくっていうような感じでバランスをとっています。皆さんもね本当に飲酒は適量を意識してね楽しむようにしましょう。そんなわけでね、今日はユン・ジョンシン先生の経歴とか、歌唱技術、そういったところの魅力を紹介してまいりました。次回は歌をお届けします。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK